姫崎ゆずるチャンネル髪の塗り方講座。皆さんこんひめー。バーチャルアーティストの姫崎ゆずるです。今回は皆さんから要望があった髪の塗り方をこちらのイラストで解説していきたいと思います。髪の塗り方って目と同じで、塗りで結構個性が出ると思うんですよね。なのでこの講座を見て大体の塗り方を学んで、皆さん独自の髪の塗り方に活かしてもらえたらと思います。まず髪の影ってどういう基準でどこに入れてるのってわからない方がいると思うので、まず影のつき方を物で例えて説明しますね。ここにオレンジ色のボールがあります。このボールに右側から太陽の光が当たってたら、影は太陽とは反対側の左側にできます。これがボールでもマグカップとか建物とかでも全く同じで、影は光源、太陽とか光が当たってる部分の反対側にできます。髪の影を描くときもこのボールと同じで、右に光源がある場合は左側に影が入ります。髪の影に違和感がある人は多分右の図みたいに塗ってるんじゃないかなと思います。これだと光源がどこなのかわからない上に影が多すぎてちょっとくどく見えてしまいます。影は多く入れればいいっていうわけじゃないんですよね。光源を意識して塗るようにするとうまくいくので、ぜひ実践してみてください。今の塗り方を参考に実際に位置影を塗っていきましょう。今回の絵の光源は右側なので、左側に影を塗っていきます。光源が決まってないとどこに影を描けばいいのかわからなくなってしまうので、必ず最初に決めましょう。光源が決まったら位置影を入れていきます。先ほどの解説のように右から光が当たってるので、左側に影を入れていきます。頭の左側の方はちょっと大きめに影を入れます。あとはこんな感じで塗って削ってを繰り返していきます。ちなみに塗りに使ってる筆は不透明水彩です。位置影の色の選び方のポイントは、色が濃くならないようにすることです。私の塗り方の場合はこの後2影やハイライトでいろんな色を入れていくので、1影の段階で濃い色が入ってしまうと、この後の塗りのバランスを取るのが難しくなってしまうんです。なのであまり濃い色にはしないようにしています。影の色をうまく選べないよって方いると思うんですけど、そういう時は色調補正ツールを使って調整するのがおすすめです。色調補正ツールはクリップスタジオの場合は上のツールバーの編集、色調補正、色相、彩度、明度の順に選択すると出てきます。このツールは Photoshop や サイなどどのペイントソフトでも使うことができるので確認してみてくださいね。こんな感じで位置影が完成しました。次に2影を入れていきます。2影は要所要所に入れる感じで、光源と反対側の左側の部分とか後ろ髪の部分、生え際の部分に入れていきます。2影はとりあえずいろんなところに入れるんじゃなくって、さらに濃くしたい部分だけに入れるようにしましょう。次はハイライトを入れていきます。ハイライトを入れる時のコツはアーチを描く感じで入れることです。では塗っていきます。筆でざっくり形をとってから1影と重なる部分を消します。影の部分なのでね、ハイライトは入れないんです。で、さらにそこから削って形を整えていきます。ハイライトをこんな風に1回描いてから削っていく人って少ないですよね。多分ハイライトを一個一個描いていく人の方が多いと思います。私がそうしないのには理由があって、1回形をとって削った方が綺麗なアーチ状に入れやすいんです。一個一個入れると個人的にはアーチが歪みやすいんですよね。なんか形取りづらくて、もしハイライトが綺麗に入れられなくて悩んでる方がいたら、今回の私のやり方を試してみてください。今端っこがちょっとギザギザしてる感じのハイライトを描いてますが、アーチ状になるというポイントさえ押さえていれば、ハイライトはこの形じゃなくても OK です。はい、これでハイライトが完成しました。ハイライトの下に透明水彩ブラシで影を追加していきます。ここは1影より薄い色で入れます。つむじの部分にも同じ色で影を入れていきます。1影より薄い色なので 0.5 影っていうイメージですね。髪がちょっとシンプルに見えたので、細かい影も少し追加していきます。次は髪の後ろの部分に色を入れていきます。ここに薄い色を入れることによって髪の前後の差がはっきりして立体感が増します。後ろの髪がより後ろにある感じに見えませんか？
今回の絵は全体的に青や水色系の色が多いので、そこに合わせて青寄りの紫を入れました。スクリーンの上に通常レイヤーで影もつけます。光源と反対の影が多い左側にもハイライトを入れます。リムライトは人物の後ろから当てた光のことで、これを入れると輪郭がはっきりするので、キャラがより引き立って見えます。今回はスクリーンと同じで、絵の雰囲気に合わせて水色のリムライトを入れました。頭の高い位置に透明水彩で2つ目のハイライトを入れます。1つ目のハイライトと同じ色にしてしまうと、ちょっとハイライトが強く見えてしまうので、薄めに入れるといいと思います。こちらもスクリーンやリムライトに合わせて若干水色寄りの色にしました。初心者の方は色を作るのが難しいと思うので、その場合は1つ目のハイライトを薄くした色を選んでみてください。追加の紙を描いていきます。使用する筆は G ペンです。周辺の紙の色をスポイトで取って描いてます。これを入れることで紙に動きを出すことができます。私みたいなデフォルメの効いた絵柄の場合は入れすぎないように加減に注意しましょう。仕上げとして前髪の部分にエアブラシで薄く肌色をのせます。髪がちょっと透けて肌の色が見えてる感じを出します。ここはお好みで入れてもらえればいいかなと思います。私は濃い髪色の時に入れることが多いです。最後に気になる部分を微調整していきます。髪の線画の色を変えたり、足りないなぁと思った部分を塗り足します。こんな感じで完成です。いかがだったでしょうか？今回は私流の塗り方をご紹介したので、この塗り方を参考に皆さん自身でアレンジしていただけたらと思います。この動画が参考になった方はチャンネル登録とグッドボタンも押していただけるととっても励みになります。今後もお絵描き系の動画を作っていこうと思っているので、ぜひ次回の動画も見ていただけると嬉しいです。それではまた。